20歳の誕生日、祖父の旧友であり現在は国内一の富豪であるチャップマン・オキナが、孫たちの写真を並べていった。夫となる者を一人選べ。迷わず、私はナサニエル・チャップマンを選んだ。居並ぶ人々は息を飲んだ。誰もが知っている私はずっとジョージ・チャップマンに恋心を抱き、彼以外とは結婚しないと誓ってきたのだから。前世、私は望み通りジョージと結婚した。その婚姻によって、彼は祖父の莫大な資産の大部分を相続した。だが結婚後、彼は私の妹と不倫を始めた。両親は激怒し、妹を海外留学させた。ジョージは私が暴露したと思い込み、それ以来心底私を憎んだ。彼の傍らには妹に似た女たちが入れ替わり立ち替わり現れた。裏切りは私を打ち砕き、深いうつ病に陥れた。後に彼は自らにガテキ薬を遅効性の毒薬にすり替え、私は体内に子を宿したまま、孤独に苦悶に満ち、裏切られて死んだ。今、私は生まれ変わった。今回は彼らを結ばせてやろう。だが予想だにしなかったのは、ジョージもまた再生していたことだ。第一章。チャップマン・オキナの書斎を出たところで、ジョージ・チャップマンといとこたちに遭遇した。私を見るなり彼らはチリチリになったが、去り際にあざけりの言葉を投げてきた。ベアトリス、またジョージに会いに来たのか？全く手がかからないな。線香のある祖父が墓の中で嘆いていると思わないか？男にこびるその様子を。ジョージは冷たい目で私を睨んだ。ここで何をしている？また祖父に口利きを頼みに来たのか？祖父が戦場でお前を救った話はもう十分だろ？いい加減にしろ。お前のせいで俺の噂が街中に広まって恥をかいた。結婚はまだ決めていない。誰に頼もうと無駄だ。彼の目には軽蔑と嫌悪が満ちていた。前世同様、私の愛は彼を動かせなかった。長足をつくと、私は静かに言った。あなたには関係ないでしょう。チャップマン・オキナが私を招待したのです。明日の私の誕生日パーティーを主催してくださる。私の言葉に、ジョージのいとこたちは凍りついた。何？祖父がパーティーを？一人が叫んだ。彼らが驚愕する理由は明白だった。チャップマン・オキナは長年家族の行事に関与してこなかった。彼が動けば、これは単なる誕生日パーティーではないことを意味する。オキナはかつて言っていた私が20歳の誕生日にチャップマン家の青年から夫を選ぶこと、選ばれた者が彼の個人資産の大部分を継承し、家督を継ぐことを。驚きが収まると、いとこたちはジョージに向かってからかうように笑った。やすしき、ジョージ。出世したら忘れるなよ。祖父の後ろ盾があれば、ようやく大きな舞台に立てるな。ベアトリスもやすしき。長年ジョージを追いかけて、ようやく願いが叶うんだから嬉しいだろう？ジョージはあざけるように言い、傲慢な眼差しで私を見下した。そして近づき、声を潜めて囁いた。だが、前世のような哀れな結末を避けたいなら、一つ条件を飲め。結婚後は別居し、私の生活に干渉しない。それだけ守れば結婚してやる。私は衝撃を受けた。そんな荒唐無稽な要求をされるとは思わなかった。疑念を抱きながら彼を睨んだ。彼もまた再生していたのか？ちょうどその時、甘ったるい声が背後から聞こえた。ベアトリス？妹のイザベラ・レイトンが近づいてきた。ミニスカート姿で恥じらうような笑みを浮かべ、時折軽く咳をしていた。それを見たジョージは駆け寄った。病気の時に外出するな。イザベラはうつむき、哀れっぽく言った。パパの言うことだから。ベアトリス一人で着させるわけにはいかないって。
ジョージは彼女の手を握り、私を睨みつけた。それほどまでに甘やかされているのか？外出するのに付き添いが必要だなんて？ベラの体調が悪いのが見えないのか？そう言うと、イザベラを連れて去っていった。去り際にジョージは振り返り警告した。ベアトリス・レイトン、そんな態度を続けるなら結婚するわけがない。私は苦笑した。実際には私の方が結婚したくなかったのだ。第2章。誕生日パーティー当日。ジョージは賓客が去りかけてからようやく現れ、イザベラを連れていた。彼女の方は好調し、ジョージの首には鮮やかなキスマークが。誰が見ても直前に何があったかわかる様子だった。以前の私なら、その場で崩れ落ち、泣きながら詰問しただろう。なぜそんなことができるの？愛する人と妹が？私の気持ちは意味がないの？だが今、私は一別しただけで、再び周囲の人々と談笑した。ジョージは私が一瞬キスマークを見たのに気づいた。即座にイザベラの前に立ちはだかった。時間が経っても私は騒ぎ立てなかった。沈黙が彼を苛立たせたようだ。苦笑いしながら言った。ベアトリス、結婚を恐れて気取っているのか？それは良いことだ。俺はすぐにチャップマン家の当主になる。一人の女に縛られるつもりはない。これから多くの女が現れるだろう。だが今日の君の理解ある態度には報いてやる。そう言い、ジョージはポケットからベルベットの小箱を取り出した。渡そうとした瞬間、イザベラがそれを奪い取った。まあ、あのブランドの限定ブレスレットじゃない。手に入れるのは不可能よ。ジョージは即座に手を引いた。気に入ったか、ベラ？ならあげるよ。ダメよ。これはベアトリスの誕生日プレゼントでしょ。イザベラは乾いた笑いを漏らした。しかし彼女の目は私から離さず、勝ち誇った口調で言った。バカ言うな。受け取れ。彼女には後で別のものを探してやる。俺のものなら何でも彼女は完璧だと思うから。屈辱的な言葉に周囲から低い笑い声が漏れた。突然、過去の記憶がよみがえった。かつては本当にそうだったジョージがくれたものは何でも宝物にしていた。休日にチャップマン家に贈り物を持って行き、雨に濡れた時、ジョージがさりげなく渡したジャケットを何年も保管していた。後日、密かに匂いを嗅いでいるのを彼に見つかった。なんて厚かましいんだと彼は吐き捨てた。その一言は10代の私の心を粉砕し、恥ずかしさのあまり潰れそうになった。あの時、チャップマン沖縄は杖でジョージを叩いた。幼い女の子だ。なんてことを言うんだ。それでもジョージは笑い飛ばした。その後、彼は話を誇張して語り、私はすぐにみんなの笑い者になった。今振り返れば、すべてが惨めに思える。その時、私は去ろうとした。しかしジョージが止めた。どうした？怒ったのか？演技が続かないらしいな。やはり悪女の君が理解あるわけがない。私の手首を強く握りながら言った。私は彼の手を見下ろし、振りほどいた。礼儀をわきまえてください、チャップマンさん。ジョージは一瞬固まり、言い返した。礼儀？なぜだ？俺と結婚したくてたまらないのは君だろう？すぐに同居するんだから何を気取っている？誰があなたと結婚すると言った？私は言い返した。場は水を打ったように静まり返り、やがて爆笑が起こった。他に誰と結婚するんだ？ジョージは嘲笑した。君は俺に執着している。他の者と結婚すると思うか？それに、俺の家で結婚可能な独身者はナサニエルだけだ。だが事故以来、彼は調子が悪い。いつも病気で余命はわからない。
聞くところによると、彼のある能力は損なわれているらしい。何も与えられない男と一生を共にしたいのか？第3章。城内は静寂に包まれた。すべての目が私に注がれ、返答を待っていた。ちょうどその時、誰かがナサニエル・チャップマンを車椅子で押し入ってきた。彼は本当に病気に見え、車椅子から離れられないほど弱っていた。それを見て、みんなの顔に意味深な笑みが浮かんだ。私がナサニエルと結婚すると宣言しようとしたとき、チャップマン・オキナの言葉を思い出した。ナサニエルを選んだことを尊重する。だが今は何も言うな。物事が落ち着けばみんなが知るだろう。少し躊躇し、私は発言を控えた。ナサニエルも何も言わなかった。冷静に私を見つめたが、彼の目にかすかな失望の色を捉えた。チャップマン・オキナの懸念は理解できた。チャップマン家は巨大で、誰もが彼の財産に目を光らせている。だから私はジョージと議論せず、彼らが笑い終わるのを待って去った。キロ、イザベラと私は同じ車に乗った。彼女は私の隣に座り、得意げに手首を弾いた。ダイヤが光を捉え、眩しすぎて目を細めざるを得なかった。ジョージと結婚したところで？決して彼の心を勝ち取れないわと彼女は言った。他人の目には、イザベラは無害で甘い女性の典型に見える。だが非公開では本性を表す。彼女を見つめながら、前世で彼女とジョージをベッドで見つけた時のことを思い出さずにはいられなかった。彼女は彼の腕の中で震え、怯えた子供のようだった。ジョージは私が彼女を傷つけるのを恐れ、彼女を守った。衝撃のあまり、その場で気を失った。あの事件後、両親はイザベラを海外留学させた。彼女はその後海外在住の相続人と結婚し、私よりはるかに良い人生を送った。だが根性では彼女にジョージをやろう。彼女の行く末を見たい。そう考え、かすかな笑みを浮かべていった。その通り。心を勝ち取れないなら彼を持っていても意味がない。あなたが早く成長し、すぐに彼と結婚することを願う。二人の永遠の幸せを祈る。一瞬、イザベラは面食らった。すぐに眉を上げ、笑った。気にしていないふりができるね。だがどうあれ、ジョージは私を愛している。しばらく後、感謝祭がやってきた。父は再び私にチャップマン沖縄への贈り物を届けるよう頼んだ。チャップマン家に入るとすぐ、イザベラに遭遇した。家を数日間も空けていた。デザイナードレスとお揃いの宝石を身につけ、優雅さを漂わせていた。イザベラは私を見てかすかに笑った。ベアトリス、私の服が気に入った？ジョージが全部くれたの。派手なものは好きじゃないって言ったのに、彼がどうしてもって。私だけがこんなものに値するっていうの。イラたちがこみ上げた。顔を仕掛け、彼女のそばを通り過ぎようとしたが、彼女は進路に立ちはだかった。ベアトリス、ただ幸せを共有したかっただけ。なぜ冷たいの？私に嫉妬しているのはわかるけど、愛はコントロールできないものだわ。言葉を終えると同時に、涙が彼女の方を伝い落ちた。彼女を押しのけようと手を伸ばした。驚いたことに、彼女は劇的に床に倒れ、以前よりも大声で泣き叫んだ。ベアトリス、どうして私を殴るの？妹よ。そして、ちょうどその時、ジョージが激怒して駆け込んできた。ベアトリス・レイトン、一体何をしている？彼は私を睨みつけて吠えた。自分の妹を虐待するつもりか？心があるのか？私の視線はジョージからイザベラへ移った。そして、クスクス笑った。信じられない、イザベラ。君は若いのに、もうそんな汚い手を使うのか。
言葉が口から出るより早く、ジョージは私を平手打ちした。ベラのことをそんな風に言うな。彼は咆哮した。平手打ちの痛みが私の方に焼き付いた。本能的にやり返そうとしたが、視界の端で賓客たちを捉えた。チャップマン家の感謝祭の縁を台無しにしたくなかった。だから怒りを抑え、ただ彼らを睨みつけた。ちょうどその時、イザベラの得意げな笑みを捉えた。行き過ぎたことに気づき、ジョージは私をつかもうと手を伸ばした。彼ができる前に、イザベラが彼にしがみつき、その場に止めさせた。ジョージ、何かが目に入ったみたい。見てくれる？彼女は泣き言を言った。すでに通りかかった賓客たちは私を指さし、囁き始めた。レートン家の長女じゃないか？男を奪うために妹と喧嘩するなんて信じられない。家族の恥だ。一方、ジョージの顔は嫌悪で歪んだ。ベアトリス、今すぐベラに謝れ。どうして俺がお前のような女と一緒になる羽目に？本当に恥さらしだ。第4章。ジョージの背後で他のチャップマン家の青年たちは口を手で覆って笑いをこらえていた。レイトンさん、これはいけません。妹さえ許せないなら、ジョージが他の女に近づき始めたらどうするつもり？嫉妬のあまり死んじゃう？誰かがあざけった。別の人物は爆笑し、付け加えた。レイトンさんがジョージにあまりに親密になる女を一人残らず始末するって知らないの？当時、ジョージのために付き合いで始めたキックボクシング。彼を奪おうとする者は誰でも殴るとホラを吹いていた。今考えるだけで恥ずかしい。笑いが部屋中に広がり、ジョージが私に向かって歩み寄った。彼の声は軽蔑に満ちていた。祖父は今日婚約を発表する。俺と結婚したいなら言ったことを忘れるな。結婚後は別居し、俺のことに干渉しない。そうすれば、邪悪で我慢ならないお前を許してやる。私は信じられない様子で彼を見つめた。よく教育された人間がそんなでたらめを言えるものか理解できなかった。ジョージは私の沈黙を同意と誤解し、さらに得意げに見えた。言うことを聞く限り、恥をかかせないようにすると付け加えた。彼はもう私が彼以外とは結婚しないと確信していた。周囲の人々はショーを見るような目で見ていた。突然、家の中から足音が響いた。チャップマン・オキナのアシスタント、アイザック・ブラウンが現れた。何の騒ぎだ？感謝祭だ。チャップマン・オキナを動揺させたいのか？彼は叱責した。アイザックの後ろにはナサニエルがいた。スーツを着て車椅子は使っておらず、以前より健康に見えた。ナサニエルは私が顔を覆っているのを見ると、みんなの前を通り過ぎて私の前に立ち止まった。大丈夫か？低い声で尋ねた。私の目が彼に止まると、記憶がよみがえった。前世で全ての希望を失ったとき、私はホームレスのように街を放蕩っていた。あるとき、車が私のそばに止まった。窓が降り、ナサニエルの顔が見えた。ベア、ここで何をしている？彼は尋ねた。彼は一度も私の名前で呼んだことがなかった。当時、義士として認めていないのだと思った。死の直前に自分が間違っていたことに気づくまで。放心状態でいると、ナサニエルが再び尋ねた。痛いか？それを聞いて顔を上げ、彼の視線を捉えた。涙が目に浮かんだが、笑顔で答えた。いいえ、大丈夫。近くでジョージは嘲笑した。なぜ彼女の痛みを気にするんだ？ナサニエル、彼女は君の義理の姉だぞ。アイザックの顔に読み切れない表情が一瞬浮かんだ。しかし、何も言わなかった。代わりに、ただ促した。さあ、チャップマン・オキナが待っている。
ジョージが私のそばを通り過ぎるとき、鼻をかきながらつぶやいた。さっき言ったことを忘れるな。彼は有頂天に見えた。すでに手綱を握っている自分が見えているようだった。不幸なことに、その有頂天は長く続かなかった。みんなが居間に集まると、チャップマン沖縄は杖に寄りかかりながら階段を降り、早めに設置された壇上に上がった。髪は銀色になったが、威厳は依然として圧倒的だった。その後、チャップマン沖縄は笑顔で私の手を取った。今日は素晴らしい日だ。大切なことを発表する。一息置き続けた。ベアトリスはちょうど20歳になった。彼女の祖父と私が取り決めたように、彼女は我が家の青年の一人と結婚する。結婚後、私は資産の 80% をカップルに譲渡する。チャップマン沖縄は何十年もかけて事業を築いた。この時点で彼の財産は伝説的なものだ。その一部でさえ、普通の人が一生かかっても稼げない額だ。部屋中の人々は羨望の目を見開いた。今、みんなの前で彼らの幸せを称したいと発表した。ジョージは背筋を伸ばし、顎を上げ、一歩前に出たが、チャップマン沖縄に止められた。一拍置き、沖縄はナサニエルに向き直り笑った。その時、ナサニエルは新しいスーツに着替えていた。照明の下に立つと、かつての病弱な青年の面影はなかった。花束を手に、彼は前方に歩み出ていった。ベアトリス、準備はいい？